それ、よく見よ。この眉間にさえる三日月型、天下御免の武功義図、直参早乙女門殿助、人呼んで旗本退屈男。こらは流星が崩し。油不足が目標の幸いで川筋一帯は真っ暗闇。こういう仕事にはとんと好都合でございました。おお、これはまあ随分たくさんのこもかぶり。ははうち見たところはなるほどこもかぶりの酒樽じゃの。はい、誰ぞ知らぬ者が見ればご老中様には下屋敷に主天童子か八幡のオロチでも買うておいでかと。蔵の貸し料うんと高くつきますよ。これ余計な。お殿様からまだ何の仰せでもないというのに。ういやつ下屋の下屋敷には12000たる、ここへも8600たるか。よくもこう買い占めたもんじゃの。江戸の油を一手に扱おうといたしますればまだまだ。のういと、この欲の権下がたおやかな措置の親父とはの。これはしたり、商人ならば利権を獲得したいと願うのは誰しものこと。木屋や相模屋が聞いたら何というかの。相模屋はもはや論外でござります。論外とは。不審火によりまして油倉庫もろとも。さて焼けたということはまだ聞いておらんが、それはいつのこと。明日の晩でございます。八番の消し口はこの南の二組が取った。めちら風下でも下がって飛び火の新兵でもするとしない。何やがる。火元は油屋だぜ。どっちが消し口取ろうと火事を鎮めるのに二組も七組もあるもんかい。さあ打ち上げろい。やかましい。通れるもんなら通ってみやがれ。やろう。それが二組の火事場の作法かい。やめやめ。中の七組は無頼の集団か。火消しなら火消しらしく早々に風下に下がって炎症を食い止め。火元はどこですか。深川火の町の油屋相模屋だそうでございます。何。またしても油屋か。待て、香川広町といえば。そうなんですよ。
雷のこと神護の名前がちょうど相模屋と背中合わせになっておりやすんで。大変。見てきます。俺も行く。万が一長屋に火の勢いが及べば多勢の者が焼け出され。来ない京屋。はい。何でござい火事見舞いの支度をせ。ます。火事見舞い。米、味噌、塩、それに梅干しなどをたっぷりとな。菊次、菊次は怪我人に備えて薬箱の用意を。はい。はい、お待ちどうさん。飯は足りてるかい？いやー、もうあっという間さ。パチパチと物の弾ける音で表へ飛び出してみると、なんと火の回りの早いこと。相模屋はもう手のつけられねえような火の海なんだよ。そのせいだろうな、気の毒に一人残らず焼け死んだなんてよ。旦那から使用人まで台所の板の間のところによ、一塊になって。恐ろしいわね、火事って。本当よ。運び出されてきたのをね、ちょっと拝ませてもらったけど、まるで地獄絵みたいだったわ。怖い怖い。お染さん、大丈夫かい？ご亭主。お前さん、何をふぬけみたいにしてるんだよ。もうちょっとシャンとしよう、シャンと。あ、できたできた。しかしなんだな、火事と喧嘩は江戸の花って言うけど、あれは旗で見てるもんの話だな。そうだよ。それが分かったらね、これからはあんまり意義がらないでおくれ。はい。さあ、お味噌汁配って配って。はい、何やってんだよ。どうだ、火元と見られるような痕跡は見つからんか？いや見当たりませんね。内部からの失火でないとすれば、これは不老者たちの焚き火の不始末と見てよかろうかと存じますが。まあその線だろうな。バカバカしい。そんな半端のお調べでけりをつけようってんですかい？てめえ七組の昨べの謎を解いてくれねえかな。謎？この深川広町はな、俺っち中の七組の持ち場だ。深川を北と南に分けて、北の外れが七組、南の外れがおめえさん方の二組ってことだが、夕べや逆さまでじゃんと聞いてそれっと駆けつけてみりゃ、どうしたわけか遠方のおめえさん方がもう消し口を取っていた。まるでここの火事をあらかじめ知っていたみたいにな。二杉様、この赤ととんでもねえ言いがかりをつけやがる。中蔵、取り押さえ。火付盗賊改め方の頭たそみが不審を不審と申し立てる者に耳を貸さぬとはいかがなものかな。退屈の虫封じにまかり越されたのなら、ここは場違い。いや、退屈男にもちと不審の儀がござってだ。とはわずか一両年の間に何軒かのめぼしい油屋が次々と火事によって潰れてしまったが、そのいずれもが不審火、もしくはさすらい人の焚き火の不始末というのは、いちいち覚えておらぬが、おそらくは偶然の一致とすれば、そのいずれにもお主が立ち会うていることも偶然の一致かな。その方ただのご論じではあるまい。天外を取れ。なるほど。死体の始末は？捨ておけ。おい、見知りの者か？いえ、米荘に知り合いなんて。仏をこのまま見捨ててもおけぬ。最寄りの辻番へ届けるとしよう。三平、ひとっ走り辻番の者呼んでまいれ。へい。
それなる小無双の正体は目付都築右近配下の榊新九郎と申す者。殿、どうやら右近め我らが身辺に目を光らせ始めたものと。鈴木右近か。わしの足を救う者がありとすれば彼を置いて他にはないと見ておったが、そうか、動き出したか。さらに今一人。わしの敵は右近一人だ。しかし早乙女門之助とて旗本八幡騎中の横髪破り。だが看板の眉間傷もこのわしには通じん。3000石の無益と老中職では喧嘩にならんわ。だが右近は違う。捨ておけば奴は必ずわしの足を救う。どんな障害をも跳ねのけてそれをやり遂げる男じゃ。それを成し得る立場にもいる。禍根は断たねばなるまいのう。どなた様で？お目付けの鈴木右近様だ。役向きによって事情は明かせぬが仏の身柄引き取らせてもらう。わかりました。どうぞ。新九郎、許せ。だがそちの死決して犬死ににはさせぬ。それにしてもお目付け、投げ文で榊の死を知らせて参ったのは一体誰なのでしょう。油不足で世間も騒がれている折から、それに拍車をかける油屋の火事には矢が上にも世間の耳目が集まる。それをさすらい人の焚き火の不始末でうやむやのうちに済ませるなど、あの現場一人の力で押し切れるものではない。わかりました。つまり黒幕がいるってわけでございましょう。現場は加納田島の神の懐刀。では黒幕はご老中と見てまず間違いはあるまい。老中とて気が狂っておらぬ限り、現場を操ってただ油屋を潰すだけではうまみがない。油屋が潰れて儲かるものがなくてはかなわん。油屋が潰れて儲かるものか。やはり油屋だ。おいでなさいませ。手前が蓬莱屋源右衛門でございますが、手前でなければ話が通らぬこととは事態どのような。売り止めはいけねえな、売り止めは。どなたもそう思っておいでのようで、弱り目にたたり目とでも申しますか。散々で。それじゃ聞くがな、蓬莱屋。俺がちょいと鼻を利かしてみたところ、現在売り止めしてる大手の油屋、おめんとこ筆頭に黒松屋、千草屋、港屋と、この4軒ってことは分かったんだが、後の3軒はおめんとこの息がかかってるっていうか、縁につながるものばかりってのは、これは一体どういうわけなんだい。それは取引筋が同じなためでございますよ。喉から手が出るほど欲しい油だろうが船まで届かず。船間？なんでそりゃ。江戸で使う油の7割方は下り油といって上方から船で送られてきますが、その船が一向に、おまけに手持ちの油はとうに底をつき、売りたくとも売れないというのが嘘も隠しもないところで。よし、わかった。その嘘も隠しもしねえところを
この目で見届けてやろうじゃねえか。手前どもの油倉庫を見せろとおっしゃる。そうだ。よろしゅうございますとも。さあ、どうぞ。さあ、どうぞどうぞ、こちらへどうぞ。とまあそんなんばいで相模屋の焼かれた裏を突き止めてやろうと意気込んでたんですが、軽く肩透かし食わされちやいな。相手は我が娘を進んで老中の愛称に差し出すほどの古田抜きだ。それじゃ御前もホラー屋のことを。それにしてもお殿様、1の蔵2の蔵3の蔵、油倉庫がこの全部空っぽってのは一体どういうことでございましょうね。角をためて牛を殺すというやつだ。待ってましたとばかりに蔵を見せたのは蓬莱屋にとってはまずかった。すると御前、一体油はどこに？蓬莱屋がそちに示したゆとりはどこから来るか。わからぬか。待て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 。待ち伏せとは卑怯だ。直さあたもとさおためもんどのすけ、うぬらごたき刺客に目付殿は打たせる。見たか、モラハリを西岸崩し。早乙女殿、かたじけない。何のお怪我はなくて何より。ごめん。しばらく差し出たことをお伺いするようだが、誰があの者たちを差し向けたかお心当たりはござらぬ。お目付けというお役柄、お手前を煙たがる者は定めし多いことと思われるが、浪人者などを借り集めてのにわかし立てではなく、あれだけの刺客を差し向けてご貴殿を葬り去ろうとする者といえばいやはや怖いものなしの老中職にとってすらお目付けは別格。くれぐれもお気をつけられよ。例の相模屋、火事で一人残らず焼け死んじまったでしょう。まあ仏になった奉公人はそれぞれ親元や請人に引き取られていったからようござんすが、もともと相模屋の旦那は一代であそこまでの身代を築いたお方で身寄りってものがない。それを同業の木津屋の旦那が。木津屋って？ああ、あっしも人から聞いたんですがね、相模屋同様一切売り止めをしねえで今でも頑張り続けている、まあ最後の油屋なんだそうで、その吉兵衛旦那が相模屋の旦那をはじめ一家の亡骸を引き取って自分家の旦那寺へ預け永代供養を頼んだってんです。この世知辛い世の中でなかなかできるもんじゃねえと。木津屋吉兵衛というのか。あれ、お殿様聞いてらしたんですか。うん。凛五郎、お願いいたせ。さあ、お一人様2号当てに願いますよ。2号当てです。はい、2号当てに願います。そちの頑張りのおかげで江戸庶民の何十も幾分かは救われておるが、今日の油不足はまず猛兄第一義とする一握りの油商人によって意図的に仕組まれたことはもはや明白。そこで相模屋についてだ。早乙女様、せっかくのお運びでございますが、手前は何も。物言わば唇寒し。相模屋の二の前はごめんだと申すのか。おいえ、決してさようなわけでは。よいか、相模屋の供養ともなることじゃ。
商売敵の相模屋を潰すだけの目的ならば油蔵を焼けば事足りる。それを皆殺しにいたしたには相手方に生かしておいては都合の悪いことがあるに相違ない。相模屋さんは公方様へ直訴に及ぼうとしたのでございます。何？将軍家へ直訴？はい。私は思いとどまるようにと申したのですが、たった一人の悪徳商人のために江戸の夜を闇にはできぬと。そのただ一人の悪徳商人とは蓬莱屋のことだろう。どうしてそれを？どうやら相模屋は事前に蓬莱屋へ直訴する旨を伝えに参ったものと見える。仰せの通りでございます。房州など関八州で産しまする油を地回り油と申しますが、下り油に比べればその量はほんのわずかなもの。手前どもでもそうでございますが、相模屋さんでもそのわずかな地回り油でどうにかつないでは参りましたものの、江戸市民の需要を満たすには程遠く、たまりかねた相模屋さんは蓬莱屋へ下り油の買い占めをやめるようにと直談判に。その結果があの火事となったわけだな。はい。蓬莱屋では買い占めなどしてはいないの一点張りですが、手前どもで番頭を上方へやって調べさせましたところ、元問屋からは確かに江戸へ向けて大量の油が送り出されているのでございます。さもあろう。手なずけた勘定奉行を通じ川船改め役をめくらにするぐらい、老中にとっては朝飯前、蓬莱屋にとって残る商売敵はそちの店一軒となったわけだが、ここ当分は大事あるまい。だがくれぐれも火の用心だけはな。心得ましてございます。はい、いらっしゃいませ。2号当てです。2号当てです。朝2号だよ。どうもどうも。はい、非常に感じがございますからね。はい。さあ、お一人様2号当てに願いますよ。2号当てです。はい、並んでください、並んでください。はい、並んでくださいませ。さあ、お一人様2号当てに願います。三日月の御前。2号当てです。おう、正吉か。文句は言えませんが、はるばるやってきてたったの2号でさ。今しばらくの辛抱じゃ。はい、非常に感じがございますからね。それじゃ急ぎですんで。むしろ正吉。探しても無駄だと父上の手紙にきっぱりと書いておいたはずだ。やっぱり清四郎様でしたか。あまりによく似ておられるので思わず声をおかけいたしましたが、まさかお目付けの若友が。これは一体。では父上に頼まれたのではないのか。いいえ、私はあなたがお屋敷をお出になったことさえ。このような場所で立ち話はまずい。はい。いらっしゃい。部屋を借りるぞ。どうぞどうぞ。どうぞ。すぐお茶を持ってまいります。ああ、いや、内密の話、茶はいらん。人も寄せるな。はい。なんだろうね、内密の話って。おめえも野じ馬だな。そうだったのか。私はてっきり榊さんが父から頼まれて私のことを探し出し屋敷へ連れ戻そうとしたのだと。それを加藤改めの二杉玄番に怪しまれて。ではあの投げ文は清四郎様だったのですね。そうだ。二度とあのような事態を免ぬためにも
私のことは捨ておいてくれと。刺客に襲われた右近殿に助勢する主義となった折、改めて右近殿を見て、もしやと思うたのはその方のことだ。血は争え。やめてください。怪しいよ。なんだ人のこと矢島だなんて言っといて。清四郎様、どうかお屋敷へお戻りください。このようなことが表沙汰になれば、時が時だけにお目付けの立場は苦しいことになります。何？あの跳ねっ返りの火消しが鈴木右近の？はお役柄目付けは外部の者との交わりを遠慮する。半年もの間、そちの出奔を世間に知れなかったのもそのためだが、清四郎、そちとて父を苦境に立たせるのが本意ではあるまい。あくまで屋敷へ帰らんと言い張るからにはそちなりの言い分もあろう。男らしくそれを右近殿に話してみることだ。一作助け。はい。鈴木の屋敷から迎えが来るまでこの男から目を離すな。はい。その方嫡男清四郎、久しく屋敷を外にし、市中にて身を持ち崩しているとの訴えがあるが、この件申し開きはできるか？一言もござりません。何たることじゃ。その職百両の模範たるべき地位にありながら、家事不取締りの咎は免れぬぞ。即刻屋敷に下がり、追っ手の沙汰を待て。いや違う、それは違うぞ。家名を重んずるとはすなわち己を辞することだ。武家に生まれそれを男子の本懐とするに何の過ちがあろう。そのために女が道具として扱われてもですか？道具？私が生まれたのと前後して亡くなった父の正妻は馬詰めでした。そこで側室として迎えられたのが私の生みの母です。腹は借り物、続きの血筋を絶やさぬため、父にとっては生まれてくる男子のみが必要だったのです。そうかな。家名をのみ重んずる右近殿であれば、屋敷を飛び出したそちを黙って京ヶ日まで打ち捨ててはおかなかったはず。そうではないか。人は父のことを清廉強直の死だと言います。だが私にとっては格式一点張りで息が詰まりそうだった。それをじっと我慢したのは母のためです。この人を苦しめることはできない。女としての幸せを与えられなかった母に、せめて母としての幸せだけはと。それを与えてあげられるのは私以外にございません。その母が死んだのは半年前です。私は続きの家を出ました。帰る気持ちはさらにございません。兄上様、久米寺小弥太様とおっしゃるお方が。どうぞ。お急ぎとかでお庭の方に。どうぞ。清四郎様、お迎えに参りました。帰らん。腕ずくでもお帰りいただきます。右近殿に何があった？はあ、若年より鳥居大和の神様より家事不取締りの門にて謹慎を仰せつけられ。なんと！道中田島の神の差し金だな。さればお目付けにはお役目を解かれるだけでは事は済むまいと、一目清四郎様に仰手をきたいと。仰手をきたい？右近殿がそう言われたのか？はあ、城中より使者が使わされぬうち、くれぐれも半時以内に連れ戻してくれよと。半時以内？はあ、私は帰らん。清四郎、今さら無駄でしょう。そうなってしまった以上、戻ってみたところで
腹水が盆に帰るわけのものでも。亀は捨てられてもそちの体に流れておる右近殿の血は断ち切れんぞ。来い、来るのだ。おみつけ、おみつけ、ただいま清四郎さんが。これは早乙女殿、貴殿には重ね重ね。右近殿、右近殿、誤ったことを。この日の来るのが先か、老中の不正を暴くのが先か。半年前清四郎が屋敷を出た時にそれがしが己に課した一つの賭けでござった。破れた今はかねて覚悟の通り清四郎、よう顔を見せてくれた。よいか、お前のせいで悔いを残して父は死んだなどとつまらぬ責めは感じずともよい。お前はお前の信じる道を行け。それだけを言い残しておきたかった。おみつけ、おみつけ。あの父の涙を何と見た。今を抜きはに右近殿がそちに会いたいと願うた気持ちには家名もなければ四角四面な武家の格式もなく、父親が血を分けた一人息子に会いたい、ただそれだけであったと思う。家名を守るために自分が生まれてきたなどと思い違いも甚だしいぞ。今度のお手前の胸、ご子息ともども必ず晴らしてお目にかける。物に例えて言えば鎖というものはその中の一つの輪の強弱さで全部の強さが決まるものだ。さしずめ老中一味の中でその輪に当たる者はなんだよてめえは。この野郎！サボレーとてめえらの組頭一足飛びにあの世行きだぜ。手だけはならねえ。よし、それでいい。さて言うぞ。なんでおめえ蓬莱屋の油だるがどこに隠されてるか知ってるな。知らねえ。知ってるよ。よし、静かに見越し上げてもらうか。どうしよってんだい。本所長割下水までお散歩願おうってわけだ。そこには誰のお屋敷があるかおめえ知ってるな。死んだ方がましで。死んだらどうだい。行く、歩くよ、何でも食べるよ。立ち上がれ。
ち上げろ。武根め自ら腹を切ってくれて手間が省けとは。よい。おかげで夕べの祝い酒はよう回り、今朝まで夢も見ずぐっすりでございました。こちらもじゃ。のういと。まあ、存じません。殿、ご途上の支度整いましてございます。申し上げます。ただいま御門番詰所にこの書状が投げ込まれた由にございます。差出人の署名は早乙女門戸之助。何？読んでみ。打ち続く油屋の火事のからくり、干渉蓬莱屋と手を携えての油の買い占め売り止め、並びにその動かぬ証拠ともなるべき油だるの隠し場所など、一切を要造が白状に及び候。町人の口は紙風船よりも軽い。続け。よって目付続き右近の一子清四郎目付名代として本日辰の子将軍家上申せしめるため江戸城へ差し支わすものなり、推進としてどうした。読め。首のお手入れ怠りめさるな。おのれ門戸之助。ご老中様、油だるを今すぐいずれかへ。たわけ。2万たるもの油をそう簡単に運び出せるか。よいな。謹慎の戒めを破る攻めはこの門戸之助が引き受ける。それよりも敵だ。躍起となって邪魔してくるであろうが、決して目付た右近殿の名代であることを忘れるな。どんな場合にも脇目をくれてはならん。逃げは正しい。まっすぐに堂々とな。はい。その姿、右近殿はご覧になればどんなにかの。お父様もきっと見守っていらっしゃいますよ。ご立派にやり通しておくんなさいやし。京也、そちも久しぶりに養親流子たちの才を存分に見せるがよい。はい。よし、清四郎、心して参れ。乱心者、鈴木右近の謹慎は己ゆえだ。それを忘れて名代とは承知な。これより先は行かせぬ。汚い奴は人を殺すにも汚い手を用いるものよ。ここな古着つねめ、こんからで己門戸之助。旗本においては3000石は大身かは知らぬが、老中筆頭の世の籠先を乱してただで済むと思うか。身の程を知れ。全部だ。天下のご政道を預かる身が私利私欲に走って蓬莱屋と結び、
油をなめて太ろうなど文句どうだ。ご老中様。往来だ。どうしてこのような場所に。乱心者の最後を見届けようと物陰に潜んで見ておりましたが、雲行き怪しく。これで悪役が皆揃うた。冥土の土産に諸針を西岸崩し、とくと拝んでゆくことだな。玄馬。門殿助、その傲岸の口、今日こそ黙らせてくれる。清少、抜くな。抜いてはならん。天下御免のこの向こう傷が上将軍家になり代わり、村官族を成敗いたつ。清少、生き証人じゃ。城中へお連れ申し上げ。はい。今日はいくらでも売ってくれるってよ。本当だい。さて次回は神隠し花嫁参上。門殿助のところに花嫁がやってきた。突然のことで驚いたのは早乙女邸の者たち。老中が病で床に伏し、若君は何者かにさらわれ、姫は神のお告げということで門殿助のところに嫁入りとなったという次第。老中に乗り移ったという悪霊を追い払う祈祷は続けられていた。神を装ってまで悪事を重ねるその魂胆は一体何故か。恐るべき執念は姫をそそのかして門殿助を狙ってくる。吉原で評判の占いをするという花魁とは何の関わりを持っているのか。門殿助は吉原に乗り込んだ。老中の病は、若君はいずこに、そして花魁の正体とは一体誰なのか。次回最終回の旗本退屈男にどうぞご期待ください。